ごきげんよう、犬小屋健ポチです。ただいま私、とある危険地帯に踏み込もうとしております。妖怪やなりさんも盛大な歓迎ムードでお出迎えです。この先へと踏み込んだ者は、二度と元の世界へ帰れるとか帰れないとかということで、皆様をお連れしましたのは、こちらこっちか。おいおい、なんだ、天井ねえよ。いや、実はね、入居する前に内見で屋根裏に登ったんですけど、その時にいい感じの梁があると分かったんです。おい、じゃあここぶち抜くんだぜってなったはいいんですが、ぶち抜いた後に飽きちゃって何も処理をしていないというのがこの部屋の現状であります。現在は物置状態となってしまい、せっかくの梁も汚らしい廃墟感を演出するための大道具となり下がっております。そこで、まずはこの部屋をいい感じに改造したくなるきっかけを作ろうというのが今回の狙いです。題して、おしゃれなランプシェードつけたら部屋もおしゃれにしたくなるんじゃね大作戦イエーイ。素敵な暮らしは素敵な照明からということで、早速作ってみたいと思います。それではお付き合いよろしくお願いします。今回は星型のランプシェードに挑戦します。ガラスは古材を再利用しております。表面をきれいにしてまずは毛書き。偶然というか今回の形だと正三角形を24枚使う計算なので、どんどん測ってどんどん切っていきます。ガラスカッターの音がいい感じなのでよかったら聞いてください。どうぞ。どうですか？ちょっと気持ちいい音ですよね。そしてパキッとガラスを折ります。ガラスカッターでガラスの表面に線を引くと、少しの力でガラス自体がきれいに折れるんですね。こんな感じで正三角形をたくさん切っていきます。切ったガラスの縁にコッパーテープを巻きます。コッパーとは銅のこと。後でこの銅にハンダ付けをしていきます。手で直接触れると酸化してしまうので手袋をつけて行いましょう。きれいにコッパーテープが巻けました。透明のガラスで始めましたが、曇っている方がかっこいいかなと思い、ガラス用ペイントで曇りガラス風にしていきます。塗ったら乾かします。乾燥後は少し白っぽくなりましたね。塗装面を内側に入れて三角錐に組みます。その頂点にフラックスを塗り、少しだけハンダをつけます。いい音ですね。フラックスはハンダ付けの前に塗る溶剤で、金属の上の酸化物質を除いてくれます。同じ要領で各頂点だけをハンダ付けしました。頂点が固定されたところで側面にもハンダを流していきます。熱を加えすぎないようになるべくスムーズに進めます。縁にもハンダを塗り、全体がこんもりとなるように調整していきます。表面がある程度滑らかになったら完了です。ソケット部分の加工だけ簡単に見てみましょう。直にソケットが当たらないようにアクリルを切り出し、コッパーテープとハンダで固定しました。これだけです。さて、たくさん作った三角錐をつなげていきます。今回の形だと三角錐を8個つなげるので、まずは4個平面に並べてハンダ付けをしていきます。これは7個つなげたところですね。内側からも補強していきます。蓋部分に磁石を取り付けます。磁石は熱に弱いのでささっと急いで作業しました。蓋は長板で開閉したいので取り付け用の穴を開けます。ガラス用の切りに油を垂らし、ガリガリと削っていきます。開いた穴にボルトとナットで長板を固定します。仕上げとしてハンダに着色をしていきます。専用の液剤があり、今回はアンティークゴールドを使っています。どうでしょう、色が変わったの分かりますか？この後ワックスも塗っています。ソケットの方も自分で線をつなぎ、完成した本体に入れていきます。電球もそーっとしまって、どんな風に明かりが灯るか楽しみです。
星型のランプシェード、こんな感じに仕上がりました。正面から見ると六芒星のように見えますね。アンティークゴールドに仕上げたことで温かみが出たんじゃないかと思います。蓋の開閉もスムーズにできたので一安心です。さっき正面からは六芒星に見えましたが、別の角度から見ると正方形に見えるんですね。面白い。部屋に吊るすと柔らかい光と形でなんだか癒されますね。ガラスはまだ不慣れなんですが、なんとか完成させることができました。お見苦しい点もあったかと思いますが、最後までお付き合いありがとうございました。これをきっかけにこの廃墟じゃねえや部屋を素敵リフォームしていけるんじゃないかと思います。いや、やってやるんよ。その過程なんかもまた動画で配信していきますので、ご覧くだされば幸いです。それでは最後までありがとうございました。あなたに旅の